雑談チャンネルです。イタリア発祥の暗殺者のパスタって知っていますか？あまりレシピも出回っていない珍しいパスタなんですけども、本日はそれを作ってみたいと思います。まずはソースから作っていきます。材料はとてもシンプルなんですけれども、裏ごしトマト、今回は僕は野菜の出汁を使って作りました。お水でも代用可能です。次にニンニクを用意します。軽く潰すと皮がとても剥きやすいです。軽く潰して根のところを落としたら半分に切ります。芯は取ってください。用意できましたら今度は刻んでいきます。好みにもよるんですけれども、今回は粗みじん切りです。唐辛子を1つまみ、パスタ 1.8mm のものを 80g、 フライパンにオリーブオイル大さじ約3杯、そこにニンニクを入れます。火をつけてオイルにニンニクの香りをつけていきます。オイルが温まってニンニクがふつふつとしてきたら弱火にしてください。そこに鷹の爪を投入します。鷹の爪も焦げやすいので気をつけてください。今回調理しやすいようにパスタは半分に折って作りました。ここでしっかりとパスタにオイルを吸わせていきます。ニンニクの香りと唐辛子の辛みをしっかりパスタに吸わせましょう。パスタに焦げ目もつけていきます。焦げ目がついたらソースを入れていきます。ソースは3回に分けて入れていきましょう。パスタにソースをしっかりと吸わせていくイメージです。温度が高いとソースを入れた時に跳ねることもありますので注意してくださいね。茹で時間なんですけれども、パスタに表示されている茹で時間で大丈夫です。その時間を目安に茹で上げていきましょう。ここでだいぶソースを吸ってきたので焦げ目をつけていきます。この時ヘラを使うととても便利です。パスタの面線をしっかりとつけてヘラで押していくと焦げ目がしっかりとつきます。しっかり焦げ目がついたら2回目のソースを入れていきましょう。
ソースを入れるたんびにどんどんパスタがうまみを吸っていく感じですね。2回目に入れたソースもだいぶ吸ってきたので、そろそろ3回目入れるんですけれども、ここで残り時間だいたい 2,3 分を目安にしてください。でこのタイミングで塩を約 1g 入れます。塩なんですけれども控えめに入れてください。なぜならばソースを詰めていくときに味が詰まってしまうのでしょっぱくなってしまいます。料理の基本なんですけれども、味付けは控えめに入れていきましょう。濃くなってしまった味はなかなか戻せません。ここで味見をします。仕上げに向けてほんの少し物足りないぐらいがちょうどいいと思います。あとは茹で上がりの時間を見て、ソースが多いようでしたら少し強火で、ソースがあまりないようでしたらゆっくりと煮て大丈夫です。ここでパスタの硬さもチェックします。時間通りなのでここで仕上げていきます。空気を膨らませながらしっかりと混ぜます。ソースの色が鮮やかでとても綺麗ですね。美味しそうにできました。器に盛って食べましょう。お好みでイタリアンパセリを刻んでも美味しいです。パルミジャーノレッジャーノなどを削ってもとても美味しいと思います。美味しそうにできました。このパスタの名前の由来なんですけれども、暗殺者のパスタ、諸説あるみたいですけれども、仕上がりが血の色に似ていることからそう呼ばれている説が濃厚だそうです。名前とは裏腹にとっても美味しいパスタなので、皆さんもこの動画を参考に作ってみてください。本日もご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。たつあんチャンネルでした。